第1章忍び寄る未来の広告。桜井美沙38歳、パート主婦、夫と来年高校受験を控えた中学生の息子との3人暮らし。彼女の日常は穏やかであると同時に薄いガラスのような不安に覆われていた。また値上げか夕食の準備をしながらスマートフォンでニュースをチェックすると目に飛び込んでくるのは物価高騰とそれに伴う教育費の上昇、そして漠然とした老後への不安を煽る見出しばかり。夫の給料は上がらず、美沙のパート代は日々の食費と雑費に消えていく。息子の行きたいとつぶやいた私立高校のパンフレットがダイニングテーブルの上で重く鎮座している。ため息とともに彼女は気分転換にインスタグラムのアプリを開いた。友人たちの楽しそうなランチの写真、愛らしいペットの動画、それらを無心でスワイプしていく指がふとある動画広告で止まった。まだ貯金なんてしてるの。画面の中の男は美沙でも知っている顔だった。かつて時代の寵児ともてはやされ、その歯に衣着せぬ発言で物議を醸してきた有名起業家森右衛門その人だった。彼は高そうな革張りのソファにふんぞり返り、カメラの向こうの美沙を射抜くような目で見つめながら自信たっぷりに言い放つ。これからは AI トレードの時代だ。日本円の価値が下がり続ける中で何もしないのは愚か者のやること。理解わかる人だけが次のステージに行ける。その力強い言葉はまるで美沙の心を見透かしているかのようだった。いつもならうさんくさいと一周するはずの投資広告だが、話し手があの森右衛門であるという事実が美沙の心のガードをいとも簡単にこじ開けた。この人なら本当に。動画の下には未来の投資を体験するというボタンがきらめいていた。美沙は何かに導かれるようにそのボタンをタップしていた。第2章小さな成功体験。リンク先は黒を基調とした洗練されたデザインの投資サイトだった。難しい専門用語はほとんどなく AI があなたに代わって自動で資産を運用しますというキャッチコピーが目を引く。戸惑いながらもメールアドレスを登録するとすぐに LINE で専属マネージャーがサポートしますという案内が表示された。田中翔と名乗るアカウントを友達追加すると即座に丁寧な長文のメッセージが届いた。桜井美沙様、はじめまして、専属マネージャーの田中と申します。この度は弊社の AI 自動売買システムにご興味をお持ちいただき誠にありがとうございます。田中は美沙のどんな些細な質問にも絵文字を交えながら即座に、そして丁寧に回答した。投資は初めてでご安心ください。9割の方が初心者です。AI がすべて自動で行いますので、美沙様は利益をチェックするだけで結構ですよ。本当にあの森右衛門さんが推薦しているんですか？もちろんです。彼は弊社の最高顧問であり、このシステムの開発者の一人です。彼の動画を見て始められる方が非常に多いんですよ。その言葉に美沙の最後の警戒心が解けていく。わかりました、お願いします。美沙は夫に内緒でパート代を切り詰めて貯めてきた手送り10万円を震える手で指定された銀行口座に振り込んだ。数日後、恐る恐るアプリを開いた美沙は自分の目を疑った。残高11万5000円。思わず声が漏れる。本当に増えている。その瞬間、タイミングを見計らったかのように田中から LINE が鳴った。美沙様、おめでとうございます。1万5000円の利益確定です。いやー、素晴らしい才覚です。AI も美沙様のような素直な方には実力を発揮しやすいのかもしれません。初めての投資成功、そして他人から受けるストレートな称賛の言葉。美沙の胸は高揚感で満たされ、日々の不安が遠くへ霞んでいくのを感じた。第3章沼への第2歩。それからというもの、美沙はアプリの残高をチェックするのが日課になった。数字は面白いように増え続け、10万円だった元手は2週間後には18万円にまで膨らんでいた。すごい、これなら本当に息子の私立高校の学費が現実的なものとして見え始めていた。そんなある日、田中からいつもより少し興奮したようなメッセージが届いた。美沙様、朗報です。ついに数ヶ月に一度の大型 AI トレード案件が動くことになりました。これは限られた有料顧客の皆様にしかご案内していない特別なものです。もしここで追加投資できれば、正直教育資金なんてすぐに貯まりますよ。大型案件ですか？
はい、最低投資額は30万円からですが、見返りは桁違いです。この波に乗れるかどうかで、ミサ様の未来が文字通り変わります。チャンスは今夜24時までです。30万円。それはミサにとってへそくりの範疇をはるかに超える金額だった。脳裏によぎったのは、息子のためにと夫婦で貯めてきた定期預金通帳。でもそんな大金はミサ様、森右衛門氏も常々言っています。リスクを取らないことが最大のリスクだと。このチャンスを逃すのはあまりにもったいない。田中の言葉がミサの背中を強く押した。もしこれを逃したら私は一生このままかもしれない。息子の生きたいをお金のせいで諦めさせることになるかもしれない。ミサは銀行のキャッシュカードを握りしめ ATM へと走った。定期預金を解約し、震える手で30万円を追加で振り込む。アプリの数字はそこからが本領発揮とばかりに凄まじい勢いで増えていった。20万、30万、50万。入金からわずか1週間で元本40万円に対する利益は40万円を超え、残高は80万円を突破していた。第4章迫り来る税金の壁。80万3000円。アプリの数字を見つめながらミサはごくりと喉を鳴らした。たった3週間でパートの半年分近い金額が稼げてしまった。これなら夫にも胸を張って話せる。きっと驚くわ。高鳴る胸を抑えながらミサはアプリのメニューから初めて出金のボタンをタップした。全額出金。振込先口座情報を入力し実行ボタンを押す。出金処理中。画面にはそう表示された。よし、これでミサは夫が帰宅したらどう切り出そうか、そんな楽しい想像を膨らませていた。しかし1時間が経過しても画面は出金処理中のまま変わらない。3時間経っても同じだった。夜になり夫が帰宅する時間になってもまだ処理中の文字が虚しく光っている。さすがに不安になったミサは田中に LINE を送った。すみません田中さん、出金申請をしたのですがずっと処理中のままで。メッセージにはすぐに既読がついた。だがいつもなら即座に来るはずの返信がその日に限ってなかなか来ない。生きた心地がしないまま1時間が過ぎた頃、ようやく返信があった。ミサ様、大変お待たせいたしました。ご出金の件確認いたしました。ご安心ください。その一言にミサはほっと胸をなで下ろす。だがメッセージはこう続いていた。ただこれほど短期間で大きな利益が出たため、海外の税法に基づき利益確定分の税金を事前にお支払いいただく必要が発生しております。税額は5万円となります。こちらの口座にお振り込みいただければシステムが作動し、即時全額80万3000円が出金可能になります。税金、聞いたことのない手続きだった。利益から差し引いてもらうことはできないんですか？申し訳ございません。税務システムと出金システムが別になっておりますので、それは致しかねます。お手数ですが、お振り込みをお願いいたします。これが最後の手続きです。80万円が手に入る。そのためには5万円が必要。ミサの頭はその一点でいっぱいだった。第5章崩壊する日常。5万円。ミサの手元にすぐに動かせる現金はもう残っていなかった。定期預金は解約してしまったし、夫の口座には絶対に手を出せない。ミサは財布の奥にしまい込んでいた1枚のカードを取り出した。独身時代に作ったカードローンのカード。使ったことは一度もなかったが、これしかない。ミサは深夜のコンビニの ATM にいた。震える指でお借り入れのボタンを押し、5万円を引き出す。冷たい機械音とともに吐き出された1万円札5枚がやけに重く感じた。そしてそのまま指定された口座に手数料を引かれた金額を振り込む。これが最後。これで全部終わる。自分に言い聞かせながらミサは急いで帰宅し LINE を開いた。田中さん、今5万円振り込みました。確認をお願いします。メッセージを送信したその瞬間だった。それまで田中翔と表示されていたアカウント名が不明なユーザーに変わった。次の瞬間、田中とやり取りしていたトーク履歴のすべてが目の前で跡形もなく消え去った。血の気がさーっと引いていく。何が起こったのか理解できないまま、リサは震える手で投資サイトのブックマークをタップした。エラー404 not found。白い背景に無機質な黒い文字。何度
更新ボタンを押しても、何度アプリを再起動しても、そこには存在しないという事実だけが表示され続けた。ああ、声にならない悲鳴が喉の奥から漏れ出た。へそくりの10万円、息子のための教育資金30万円、そして今しがた借りたばかりの借金5万円、合計45万円、すべてが一瞬で消えた。いや、消えたのではない。奪われたのだ。夫に言えない。息子にも言えない。自分一人の愚かな行いで、家族の未来を借金という闇で塗りつぶしてしまった。ミサは冷たいキッチンの床に崩れ落ちた。スマートフォンの画面だけが暗い部屋で404 Not Found の文字を虚しく照らし続けていた。第6章絶望の底の一筋の光。それから数日間、ミサは生ける鋼のようだった。食事の味はせず、夜も眠れず、ただ窓の外を眺めては時間が過ぎるのを待つだけ。夫や息子から顔色が悪いよどうかしたのと聞かれても、ちょっと貧血気味みたいと力なく笑うのが精一杯だった。その異様な様子に、週末に実家から訪ねてきた妹の香香織が気づかないはずがなかった。お姉ちゃん、どうしたの？本当に顔、真っ青だよ。なんでもない。大丈夫、大丈夫な顔じゃない。何があったかいいなよ。こうに強く腕をつかまれ、その真剣な眼差しを受けた瞬間、ミサの中で張り詰めていた糸がぷつりと切れた。私、バカだった。子供のように泣きじゃくりながら、ミサは全てを白状した。森右衛門の広告のこと、田中翔のこと、消えた45万円と、残された借金のこと。もう、終わりよ私。どうしたら、泣き崩れるミサに、こうは怒鳴った。泣いてる場合じゃないでしょ。お金が消えた？サイトが消えた？それ、典型的な詐欺じゃん。でも、あの森右衛門が、バカ。それも本物かどうかわかんないでしょ。こうは、素早くスマートフォンを操作すると、ある番号に電話をかけた。もしもし、私。今すぐ会ってほしい人がいる。ネット詐欺にめちゃくちゃ強い弁護士。紹介して。電話を切ったこうは、ミサの腕を引いた。行くよ。お姉ちゃん、私の知り合いに、こういうデジタル犯罪専門の、めちゃくちゃ腕の立つ弁護士がいるから、差し出されたのは、氷川法律事務所弁護士、氷川真央と書かれた、1枚の名刺だった。第7章それは人じゃない。翌日、ミサとコウは、都内のオフィスビルにある、氷川法律事務所の応接室にいた。現れた弁護士氷川真央は、鋭い目つきの、知的な女性だった。以上です。私が、愚かだったんです。あの森右衛門が言うから、すっかり信じ込んでしまって、うつむきながら事情を説明するミサに、氷川は冷静に告げた。桜井さん、まず、ご自分を責めるのはおやめなさい。相手は、人の心の隙間につけ込む、プロの犯罪集団です。氷川は、内戦でくすみくじゅうさん、入ってと誰かを呼んだ。入ってきたのは、派手な金髪にパーカーという、弁護士事務所には不似合いな若い男だった。IT 調査員のくすみれいです。よろしく、氷川が命じる。くすみさん、例の動画、解析して。ミサは、奇跡的にキャッシュに残っていた、森右衛門の広告動画をくすみに転送した。くすみは、ノート PC に、その動画を取り込むと、慣れた手つきで、専門的なソフトを立ち上げ、解析を始めた。ああ、これ、完全に黒ですね。典型的なディープフェイクです。ディープフェイク、ミサが聞き返す。くすみは、映像を拡大し、スロー再生しながら説明した。まず、呼吸のリズム。人間は話す前に息を吸いますが、この動画の人物は不自然なタイミングで肩が上下している。AI 特有の癖です。次に、口元の動き。日本語のマヤパの発音の時、唇は完全に閉じますが、この映像、0.02 秒、コンマ単位で音声とずれてる。極めつけは、瞳孔の反射。スタジオで撮影してる風なのに、瞳に映る光源が一定じゃない。AI が別々の映像を継ぎはぎした証拠です。ミサは、愕然とした。AI？ 偽物。映像も、おそらく声も、AI が生成したものです。本物の森右衛門氏は、こんなこと一言も言っちゃいないでしょうね。氷川が、ミサに静かに告げた。桜井さん、お分かりですか？あなたが信じた相手は、最初から人ですらなかったんです。ミサは、全身の力が抜けていくのを感じた。
騙された。それも人間にですらなく AI が作った偽物の映像に自分は踊らされていたのだ。第8章反撃ののろし。これは刑法第246条の詐欺罪にあたる極めて悪質な組織的犯罪です。ミサの絶望を打ち破るように氷川真央の冷静だが力強い声が響いた。彼女の目は獲物を狙う鷹のように鋭く光っていた。桜井さん、落ち込んでいる暇はありません。連中があなたから騙し取った45万円を動かす前に手を打ちます。氷川はミサが持参した振込履歴の控えを手に取った。幸い、最後の5万円を振り込んだ口座は国内の銀行口座ですね。おそらく出し子が使うための他人名義の違法な口座でしょう。すぐに凍結を要請します。氷川はすぐさま銀行のコンプライアンス部門に連絡を取り、振込詐欺救済法に基づく口座凍結の緊急要請を行った。次に、これです。氷川が指したのは、ミサがモリエモンの広告を見たというインスタグラムのスクリーンショットだった。この広告を出した何者かを特定します。プロバイダ責任制限法に基づき、インスタグラムの運営会社に対し、広告主の発信者情報開示請求を行います。それは、この偽広告を出したのは誰か、情報をすべて開示しなさいという法的なメスを入れる手続きだった。時間との勝負です。氷川は矢継ぎ早に指示を出し、同時に警察署のサイバー犯罪対策課へ提出する被害届と刑事告発状の作成に取り掛かった。詐欺罪、組織的犯罪処罰法違反、不正アクセス禁止法違反、考えうる限りの罪状が書類の上に並んでいく。それまで絶望の色しかなかったミサの瞳にようやくかすかな光が戻ってきた。第9章暴かれた偽りの仮面。氷川弁護士の動きは迅速かつ的確だった。銀行に送られた口座凍結要請は即日受理され、詐欺グループがミサの5万円を引き出す前に口座は完全に凍結された。さらに警察のサイバー犯罪対策課も氷川が提出した被害届とくすみによるディープフェイク解析レポートという動かぬ証拠をもとに本格的な捜査を開始した。数日後、テレビの夕方のニュース番組がこの事件を大々的に報じた。速報です。有名起業家のモリエモン氏を装った悪質なディープフェイク動画による投資詐欺事件が発覚しました。被害総額は現在分かっているだけで数億円規模に上る可能性があります。画面に映し出されたのはミサが騙されたのと全く同じモリエモンの偽物の動画だった。本物のモリエモン氏本人も VTR でコメントを寄せ、極めて悪質、断固として許さないと怒りをあらわにしていた。このニュースをきっかけに氷川の法律事務所には私も同じ動画で騙されたという他の被害者からの相談が殺到した。世論が動き、警察の捜査は一気に進展する。やがて凍結された口座の名義人であるお金の運び屋が逮捕され、そこから芋づる式に詐欺グループの国内拠点が摘発された。主犯格である海外のグループ本体までは届かなかったものの、国内で活動していたメンバーは一網打尽となった。やった。ニュース映像を見ながらミサの目からは涙が溢れていた。第10章偽りを暴く勇気。結局ミサが振り込んだ最初の40万円が戻ってくることはなかった。海外のサーバーを経由し暗号資産に変えられ、すでにどこかへ消えていたからだ。だが最後の5万円は口座凍結によって守ることができた。桜井さん、これが現実です。ですが氷川はミサに深々と頭を下げた。あなたが勇気を出して相談してくれたおかげで口座が凍結され、捜査が始まり、多くの潜在的な被害者を救うことができました。本当にありがとうございました。その言葉にミサは自分が失ったもののことなどどうでもよくなっていることに気づいた。数日後、ミサは自らの SNS アカウントでこの経験を発信することを決意した。顔や名前は出さない。しかし事実だけは克明に記した。私が信じたのは人ではなく AI が被った仮面でした。テクノロジーは使い方次第で人を深く傷つける武器になります。巧妙な嘘はあなたの心の不安や希望に優しく寄り添う顔をしてやってきます。どうか私と同じ後悔を他の誰もしないでください。その勇気ある投稿は瞬く間に拡散された。私もこの広告見ました。騙されるところだった。気づかせてくれてありがとう。
あなたは愚かじゃない。あなたはとても勇敢だ。温かいコメントが誹謗中傷を恐れていたミサの心を包み込んだ。ミサは失った40万円よりはるかに大きな誰かを守ることができたという確かな尊厳を取り戻していた。テクノロジーの闇に突き落とされた主婦は自らの足で立ち上がり、今未来の誰かのための光となった。彼女はもう得体の知れない不安に怯えるだけの弱い主婦ではない。偽りを見抜き前を向いて歩き出す強い一人の人間として新たな日常を歩み始めていた。法律 Tips コーナー。今回のケースのように有名人になりすました SNS 広告による投資詐欺が横行しています。ポイントとなる法律知識はこちらです。1、刑法第246条詐欺罪。最初から騙すつもりで嘘の投資話を持ちかけて金銭を振り込ませる行為は典型的な詐欺罪にあたる可能性があります。今回のように AI ディープフェイクを使った手口はますます巧妙化しており注意が必要です。2、プロバイダ責任制限法発信者情報開示請求。 SNS や掲示板で詐欺広告や誹謗中傷の被害に遭った場合、その投稿を行った発信者の情報を SNS 運営会社やプロバイダに対して開示するよう請求できる制度があります。これにより匿名やなりすましの相手を特定する道が開けます。3、消費者契約法特定商取引法。必ず儲かる元本保証といった断定的な表現や事実と異なる説明不実告知を使って契約させる行為は消費者契約法や特定商取引法に違反し契約の取り消しを主張できる可能性があります。もし怪しいなと思ったらお金を振り込む前に必ず警察の相談窓口9110や最寄りの消費生活センター188にご相談ください。本動画はフィクションであり専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。